皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は2024年おすすめライトはこれだということでお話をしていきたいと思います。で、私本当にねライトが好きで、好きと言いますか、いつの間にかねこのライトの数もいらんのにね買ってしまうっていうことで本当にね増えるんですよね。で、私が買っているライトっていうのは主にスポット型ライトになりまして、アクアリウムそして植物両方で使えるライトっていうのを常々探しております。で、そんな中でもうそろそろね皆さんプライム感謝祭ですよ。はい、ということで、今回は私が今までいろんなね、ライト使った中で、これがおすすめっていうのをね、皆さんに参考になるような動画になればいいなと思って撮っております。で、早速なんですが、まずね、こういうライトって言っても、これね、何の変哲もないどこにでもある LED 電球。はい、これね、4個入りで1800円ぐらい。1個あたりで、500円弱ぐらいの値段で買えるような、こんなんもね、使えるっちゃ使えるんです。ただですね、どうしてもこの生態を育成するとか植物をね本当に茂らせたいとか健康に育てたいっていう風になってくるとやっぱりねいいライトっていうのが必要になってくるかなと思います。で、例えばこういうスポット型ライト以外にこれ千尋のね RGB ライトが上から吊るされています。で、これだいぶね光量を抑えて照らしておりまして、ちょっとねなかなかこれ底面フィルターで育てておりましてあんまりうまくね育ってないかなというふうに思うんですが、こういう風に千尋の RGB ライトバータイプのライトっていうのも当然あったりします。で、それ以外にもはい、これブリムさんのパネル A ですよね。で、これはですね、主にやっぱり植物育成ライトとしては、非常にこれコスパも良くて、で、広いね、面積っていうのを照らすことができるいう意味では非常にいいライトですよね。はい、最近ちょっとこれもね、値上がり、さすがに、ちょっとだけなんですけど、しておりまして、以前ほどね、めちゃくちゃ安いっていうわけでもないんですけど、1つ4000円弱、2つでもね、7000円ちょっとということで、2個口で売ってたりします。非常にですね、これ植物育成っていう意味ではコスパのいいライトということになります。で、ブリムさんさらにこちらパネル X というね上位互換のライトも出しておりまして、これもね調光機能もついておりますし LED のチップが非常に高性能ということで、これもねはいこの性能の割には非常にお得、安いと言いますか、安くはないんですけどね。はい。で、私が買ったのはパネル X の 301H っていうことで、これがね、一番いいモデルになります。で、これで1万2000円弱になりますので、1万超えてくるとね、いやー、本当は高いですよね。はい。で、今回ね、2024年おすすめライトっていうことでね、皆さん感度いい方は、どうせこれでしょって、ブリムさんのコスモ。はい、いやもうこれはね、本当にコスパのいいライトで、こんな風に周光レンズ、そして反射板もついておりますので、この辺をね、外したりつけたりすることで、いろいろ光の範囲っていうのを変えることができる。そういう意味では、3ウェイ。いや、非常にですね、使い勝手も良くていいんですよ。だからどうせこれでしょってね、思われるかもしれませんが、いや、これね、本当にいいんですよ。いいんですけど、今回私、いろいろ調べました。で、調べた結果、ちょっと私、衝撃の事実と言いますか、いや、これめっちゃええやんっていうライト見つけたんで、ちょっとね、力を入れて紹介したいと思います。で、まずとりあえず一旦ですね、いろいろ調べたいと思いますので、これライトだいたい20センチちょっとぐらいの高さから照らしております。まずはつくよみです。はい、やっぱりつくよみもね、非常にこのね、アクアリウムにも使えるっていう意味では、いいライトなんですよ。ただやっぱりね、1万4000円ぐらい Amazon でしますので、高いんですよね。反射板ね、これつけてても結構ね、拡散するので、アクアリウムで使っても苔がね、生えにくいっていう意味では、いいかなっていうふうに思います。はい。で、これ反射板外した状態です。さらに広がっております。はい。さっきも言いましたけど、なかなかね、これ、やっぱりつくよみ使ってると、苔っていうのはね、他のライトと比べてもそんなにね生えにくいかなっていうふうに思いますので、これはやっぱりアクアリウムで使えるっていう意味では非常にいいライトです。はい。で、これね、もう使えないの分かってるんですけど、一応試します。ハルデザインさんの GLA の 4K。
はい、になります。ちょっとね、色温度が低い方ですね。まあこれさすがにね、これ60センチ水槽になるんですけど、やっぱりね、こう中央にどうしても集まるような光がね、集まってしまうようなレンズになりますので、アクアリウムで使うっていう意味では、ちょっとこれはね、どうかなと。まあ60センチで使うんだったら最低でもね、2頭ぐらいは、必要になってくるかなと思います。まあ、値段自体はね、4000円弱っていうことで、まあ、今回紹介するライトの中では一番で安いです。で、お次はこちら、GLX の 4K。はい、これもね、同じく春デザインさんからです。でこちらは先ほどの GLA よりも、若干です。4300円ちょっとぐらい、今 Amazon でなっておりますので、ちょっとだけね、お値段高いんですけど、それでもね、非常に安くてコスパのいいライトです。はい、先ほどのね、GLA と比べても結構明るいですよね。でもね、実はこれ皆さん、GLX の方が 19W、GLA が 22W ですので、こっちの方がね、消費電力低いんですよ。にもかかわらず明るい。どういうことって思うでしょう。わかりません。はい。私もちょっとね、正直よくわからないんですけど、はい。で、こちらはですね、GLX の 6K、ちょっとね、色温度が、白っぽい方になります。これだとね、アクアリウムでも使えなくはないかなと思うんですが、やっぱりね、照射角度、範囲っていうのが、どうしてもこれ狭いので、アクアリウムに使うのは、ちょっとね、不向きかなっていうふうには思っています。はい。あとね、反射板とかね、これ外したりできないので、この辺のカスタマイズ性もないっていうのは、ちょっとね、アクアリウムに使うには厳しいかなと思います。はい。では、いよいよ大本命、コスモになります。こちらはですね、4000ケルビンの色温度が低い、ちょっとね、黄色みが強い方になります。さあ、もうやっぱりね、明るいでしょう。はい。消費電力ね、これ実は GLA と同じ 22W なんですよ。にもかかわらず、明らかにね、GLA よりも明るい、そして照射範囲も広くなっております。ただ、アクアリウムで使うならば、反射板、これ実は外しました。周光レンズはね、ちょっとつけたままなんですけど、反射板だけ外すとこんなに広く、光ってくれるっていうところで、これはですね、非常に使いやすいです。こうすることで60センチ水槽のね、隅々まで照らしてくれますので、割とですね、こう水草とかを端っことかね、やっぱりなかなかね、スポット型だとライトって光当たりにくいんですよね。その点、こちらのコスモは反射板を外せば、本当に隅々まで明るく照らしてくれますので、かなりね、強い光量必要なものは厳しいかもしれませんが、アヌビアスとか陰性水草中心だともう十分すぎるほどの光量があります。で、ちなみにこれ、周光レンズも外しました。すべて外した状態です。さらにね、範囲が広くなってこう中心点にね、強い光が集まりすぎないっていうのが、これね非常にいいというふうに私は感じています。で値段も今 Amazon で見ると4935円っていうところで、これがねまたセールでどれぐらい安くなるのか、大体毎回で安くなってるんですよね、このスポットライト系って。だから今回ねこれも狙い目だと思います。はい、やっぱりこのブリムさんとハルデザインさんは両方ね、もう結構バチバチの戦いといいますか、しのぎを削り合ってね、やってくださってるので、本当にこれはね、我々としてはありがたいですよね。はい。で、実はね、ブリムさんのコスモって UV 機能付きのものもあるんですよ。で、これが5800ケルビンの UV 機能付きです。若干ね、お値段上がるんですが、それでも今 Amazon で5128円ということですので、UV 機能がね、欲しいという方は、もうこっちを選んでいただくといいかなというふうに思います。はい。UV 機能がね、どれくらい、意味があるのかっていうのは、私もちょっとね、疑問というか、あんまり分かってないので、ただやっぱりこのね、植物育成とかっていうところに UV 機能っていうのが、結構ね、こう影響あるんじゃないかっていう話もありますので、こっちを買っとく方がね、損はないかなっていう風な、気もします。はい。で、これもね、反射板とかすべて外した状態で、やっぱりね、アクアリウムで使うんだったら、こんな風に反射板外した方が、ライトがね、こう均一と言いますか、あんまり中心に集まりすぎない、ような光を出してくれますので、はい。あんまりね、強いライトっていうのを一点に集中、するのは、アクアリウムにとっては良くないかなと思います。植物育成っていう意味では、反射板あった方がね、強い光を当てる、効率よく当てることができますので、その辺はこう、何に使いたいかっていうので、使い分けることができる。それが非常にこのコスモの良さということになりますので、いやーもうこれ一番でしょと、言いたいんですけどね、私も。でもね、皆さん、ちょっと私最近見つけちゃったんですよ。はい、それがこちら。はい、実はこれですね、ハルデザインさんのハス38スペック9です。
今更って皆さん思ったでしょう。気持ちはね、非常にわかります。ただね、ちょっと待ってください。ハス38スペック9って、ハルデザインさんからね、出てる、結構ね、前に出た、ライトなんですよ。ただね、実はハルデザインさん、これコスモもそうなんですけど、UV 機能追加されたりとか、このハルデザインさんも結構ね、アップデートしていってるんですよ。はい、例えばね、GLA と GLX 先ほど見ていただいたと思うんですが、GLA が先に出て次 GLX で、さらに GLA がアップデートしたりとか、こんな感じでね、どんどんこうアップデートをされていってるんですよね。で、この838も地味に思えるんですけど、結構すごいアップデート入ってて、まず一つがね、スワールボディっていうことで、このね、冷却性能が非常に向上するような、羽のね、ちょっとこうカーブをさせるっていう工夫をされてるっていうのもあるんですけど、いや、これ以上にね、これすごいのが私ちょっとたまげたんですけど、波長がね、もう、ほぼほぼ太陽光に近いような波長になってるんですよ。普通ね、この LED って、このブルーライトって皆さんよくご存知だと思うんですけど、このね、ブルーのライトの部分が、こう、ブルーライトのスパイクって言って、ちょっとね、急激に高く出てしまうのがこの LED の特性なんですよね。で、これってコスモさんとかもそうで、実は結構ね、ブルーの部分がこう突き出てる形にどうしてもなってしまいやすいんですよね。はい。で、太陽光で、これ見ていただいたらわかるんですが、太陽光って結構まんべんなくね、どれも高い波長になっているんですよね。ブルーのところだけ突き出てるとかないんですよ。で、このブルーのね、スパイクっていうのが何が良くないかっていうと、当然我々人間にも良くないのと同じで、お魚さんとかにも、ちょっとね、こうストレス与えてしまうような、一因になってるっていうのが分かってるんです。で、これちょっとすごいぞって思うじゃないですか。で、このブルーライトのスパイクを抑えているライトっていうのが、この京セラさんの生き物電球なんですよね。で、これね、詳しくはぜひ、紹介動画見てほしいんですけど、光源がね、紫色っていうのを出しておりまして、それでね、このブルーライトっていうのをこう抑えるような工夫されてるんですよね。やっぱりね、この LED のブルーライトを抑えるってかなり難しい技術らしくて、それが京セラさんがやっている。そしてこの生き物電球っていうのが非常にね、こう生態にとってストレスフリー。一説によると、いろいろこうね、稚魚が育ったりとか、こう成功率高まったりみたいなのがあるらしいです。ただ私、めっちゃこけてます。はい。で、これね、以前ね、動画でこれ雲海っていう風にね、私名付けまして、いや、綺麗ちゃいますかっていうね、全然皆さんね、綺麗ですとはおっしゃらなかったんで、もうコメントね、もう全然、いや、汚いやろというコメントいただいて、これね、人の感性なので、そこは置いといて、これね、私ね、原因はっきりしました。これね、私が2週間出張に行って水質悪化が原因ではなくて、実はこれでした。生き物電球水面に近づけすぎた。はい、いうことです。これ実はですね、生き物電球水面から30センチちょっと離してるんです。で、これ私ね、さすがに十分やろうっていうふうに思いました。で、さらにこれ、左つく読みなんですけど、もともとこれね、ブリムのコスモ、つけてたんです。で、反射板も外してたんですよね。それをつく読みで反射板ありのままずっと放置してしまってて気づいてなくて、で、それが実は原因でおそらくこけたということなんです。はい。で、ほんまかいっていうことなんで、それ証明するためにね、実はこれね、コスモのライトに変えました。で、反射板も外してます。高さは先ほどと一緒で30センチちょっと。で、つくよみの反射板も外しました。それで3週間経過してみてください。これ、あんまこけてないでしょ。いや、こけてますよ。多少ね、こけは出てるんですけど、あんなひどい状態にはね、ならない。はい。ということで、これ原因明らかになりました。で、じゃあ生き物電球悪いかっていうと、生き物電球が悪い、っていうわけではなくて、近づけすぎたんですよ。はい、私のね、この水槽、ほぼすべて陰性水草なんですよね。で、陰性水草中心だと、実はこの生き物電球って、水面から60センチぐらいはね、どうやら外さないといけなかったみたいなんですよ。はい、それを知らなかった私が悪いんですけど、ただね、水面から60センチ外すライトってあんまり経験ないんで、まさかそんなに、開けないといけないとは思わなかったんですよね。
はい、まあ確かにこれね、紹介動画撮った時もめちゃくちゃ明るかったんで、いや、これ大丈夫かなと思ったんですけど、いや、見事にこれね、葉焼けをして、そして枯れてしまった。で、その水草から、こう、苔がね、発生原因になってしまったっていうのがどうやら理由だったようです。はい。で、この生き物電気おすすめかって言われると、これね、15,800円とかするんですよ。まあ、つくよみとかね、アマテラスよりも高いんですよね。そう考えると、いやー、これね、まあ、ちょっとなかなか手出しづらいですよね。はい、ただやっぱり高いので、これね、結構いい効果もあるっていうのが、ネット上で出てるので、もうちょっとね、これ検証必要かなと思います。はい、ということで、70センチ以上離しました。こんだけ離したらさすがに苔生えへんやろうと思って、ただね、めっちゃ暗いかなと思って、これね、1灯だけしかつけてないんですけど、皆さん見てください。まあまあ明るいんですよ、1灯でも。すごいっすね、このライト。いや、だからね、これがきっと正しい使い方やったんやなっていうのをちょっとね、今になって気づきました。はい。でね、838スペック9の話ですよ。これね、皆さん、私ね、古いやつしか持ってなくて、新しいね、このアップデートしたバージョンっていうのは、実は持ってないんですよ。ただね、これもコスモと同じく 3way の使い方ができて、値段もね、5698円で、広角反射板までついている、4way で使えるって考えると、これめっちゃね、私欲しいんですよ。で、明らかにスペック考えると、めちゃくちゃ良さそうなんですよね。はい、ということで、買いました。セール前に、はい、定価で買いました。はい、ということで、これね、ちょっと今度レビューします。で、今度って言ってたらもうちょっとセール間に合わないかもしれないんですけど、明らかにこれね、スペック考えるとめっちゃ良さそうです。はい。で、もしかしたらこれセール前、あるいはセール中ぐらいに動画アップできるかもしれないんで、ちょっと私頑張ってやるかもしれません。頑張れなかったら申し訳ございません。はい、ということで、今度はこいつのレビューをしたいと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。